夢が熱を運んだか、熱が夢を生んだのか、ウォルター・ギルマンにはわからなかった。すべての背後にうずくまるのは、古い町の薄気味悪く生んだ恐怖、カビ臭く不浄な屋根裏部屋の破風にまつわる恐怖だった。そんな屋根裏部屋で彼は書き物をし、研究し、ずっと公式に取り組み、さもなければ粗末な鉄のベッドに身を放り込んでいたのだ。彼の耳は超自然的に、こらえがたいほどにまで鋭敏になってゆき、ずいぶん前から安物の置き時計を止めていた。時を刻む音ですら、砲撃の轟音並みに聞こえるようになっていたからだ。夜になると、外に広がる暗黒の都市のかすかな物音、虫に食われたシキリータをとことこ走るドブネズミの邪悪な足音、世紀を重ねた家の隠れた梁が立てるきしみ。もうそれだけで彼は耳障りな音の半魔殿にいるような気になってしまった。暗闇は説明のつかない音で常に満たされ、彼はいつか今聞こえている騒音が収まり、その背後にうごめくやもしれぬ、よりひそやかな物音が聞こえてきはしまいかと、折々身を震わせていたのだ。彼は変わることのない伝説に取り憑かれた都市アーカムに住んでいた。収束するギャンブレル屋根は傾き、この州のかつての暗黒時代に魔女が王の管理から身を隠した屋根裏へと落ち込んでいた。そんな町の中でも彼が寝泊まりしていた破風の屋根ほど不気味な記憶が染みついている場所はなかった。老婆ケザイやメイソンが住んでいたのがまさにこの屋敷のこの部屋だったからだ。この老婆が果たしたセーレム監獄からの脱獄は結局今に至るまで誰も説明できないでいる。それは1692年のことで、看守は発狂し、ケザイヤの牢屋から小走りで逃げた白い歯を持つケムクジャラの小さな何かのことをブツブツつぶやいて、コットンメイザーすら灰色の石壁の上に何か赤く粘性のある液体で塗りつけられた曲線と角度のことを説明することができなかった。多分ギルマンはあんなに猛勉強してはいけなかったのだ。非ユークリッド幾何学と量子物理学とくれば、誰の脳髄だってパンパンに膨れ上がらすのに十分だし、それらを伝承と混ぜ合わせて、ゴチック物語や野蛮なロバタの囁きがほのめかすグールめいた何かの背後に、異様な多次元的現実世界の痕跡を探ろうなどとしたら、精神を張り詰めずに済むわけがない。ヘーバリル出身のギルマンが、俺の数学研究と、古の魔術の幻想的な伝説とを結合させるようになったのは、アーカムで大学に入ってからだった。この街の空気に流れる、老王めいた何かが、彼の想像力にこっそりと働きかけたのだ。ミスカトリック大学の教授たちは、彼に勉強の手を緩めるように迫り、彼向けの講義をいくらか中断したりもしたものだ。そればかりか、禁断の秘密を扱ったいかがわしい古書を読むのをやめろとも言った。それらは大学図書館の書庫に施錠の上保管されていた。だが、そういった予防措置はもはや時期を逸していた。ギルマンはすでにアブドゥル・アルハズレッドの恐るべきネクロノミコン、断片のみ伝わるエイボンの書、発禁処分を受けたフォン・ユンツとの無名祭祀書を読んでいて、
それらから彼自身が持つ空間の性質に関する抽象的な公式及び基地の次元と未知の次元とを結びつけるリンクに関係する何らかの恐ろしいヒントを得ていたからだ。彼は自分の部屋が古い魔女屋敷の中にあると知っていた。そう。だからそこを借りたのだ。ケザイア・メイソンの裁判については、エセックス軍記に多く記されており、刑事巡回裁判所に強いられて自白した内容は、なぜかおかしなくらいギルマンを魅了した。彼女はハーソーン判事に空間の壁をすり抜け、その向こうにある他の空間を指して導きうる直線群と曲線群とのことを語り、それとなくメイドオヒルの先にある暗い白石の谷や川中にある無人の島で開かれる深夜の集会の中で、この種の直線や曲線がしばしば用いられているとほのめかした。彼女はまた黒の男のことを、自分の先生のことを、ナハブという自分の新しい秘密の名のことを語った。そして自分の牢屋の壁にそれらの線を描くと姿を消した。ギルマンはケザイアに絡む奇妙な物事を信じていて、彼女の屋敷が275年以上を経た今もなお現存していることを知ったとき、何かゾクゾクするものを感じていた。彼は聞いてしまったのだ。ケザイアがその古い屋敷と狭い街路でしぶとく存在し続けているとか、おかしな人間の歯型がその屋敷や他の古屋敷で寝ていた人についたとか、5月祭の前夜や万聖節が近づくと子供のものらしい叫びが聞こえるとか、そんな恐怖の時期の直後にこの古屋敷の屋根裏からしばしば異臭がするとか、夜明け前の真っ暗な時間帯に小ぶりで鋭い歯を持つ毛皮で覆われた何かがこのカビだらけの建物や町に出没して、興味ありげに住民たちの間に鼻を突っ込むとか、こういうささやきを耳にした彼は、何が何でもここに住もうと決意した。その屋敷は不人気で、ほとんど借り手がつかず、長いこと貧乏下宿となっていたため、部屋を抑えるのは簡単だった。そこで何を見つけられると期待しているのか、ギルマンにもわからなかったが、その建物に住みたいということはわかっていた。そこにある何らかの状況によって、17世紀の月並みな老女が大なり小なり、突然に現代の見学たるプランク、ハイゼンベルク、アインシュタイン、およびジッターを超えるであろう深みに及ぶ数学的な洞察を得た場所なのだから、彼は秘密のシンボルの痕跡がないものかと、壁紙が剥がれた部分の漆喰の壁と材木を隅から隅まで探索し、守備よく1週間のうちに東側の屋根裏部屋こそケザイアが魔術の実践のために用いていた場所だと突き止めた。そこは最初から空室だったが、長期間住もうとするような借り主が一人もいなかったからだ。ポーランド人の大家はそれを貸し出すことに警戒心を募らせていた。それでも熱が出るまでギルマンの身には何一つおかしなことが起こらなかった。薄暗いホールや部屋を亡霊めいたケザイアがよぎることも、高いところにある彼の陰気な巣にまで毛で覆われた小さな何かがよじ登り鼻を突っ込んでくることも、
彼の開くことのない探求に応えて魔女の呪文の記録が現れてくることもなかった。時折彼はカビ臭く影に閉ざされた未舗装の裏通りを散歩して回ったものだった。その通りにはいつ建てられたかもわからぬ不気味な茶色の家々がかしぎ崩れ、狭く小さな窓々から嘲笑の目を向けてくるのだ。ここではかつて異様な物事が起きたことを彼は知っており、一皮めくれば少なくとも最も暗く狭く曲がりくねりもつれ合った路地には醜怪な過去のすべてがかすかな暗示となって生き残っているのである。彼はまた二度悪評の立つ川中の島にボートを向け、伊豆くより来たったか、その起源がもはや過去の闇の中に消えている苔むした灰色の立石群を見、それらのなす独特の角度をスケッチしてきた。ギルマンの部屋はかなり大きかったにもかかわらず、奇妙な不整形をしていた。北の壁は外壁側から室内側に来るに従って目に見えて内側へと傾いており、低い天井も同じ方向に沿って緩やかに下がっていた。はっきりしたネズミ穴が一つあるほか、塞いであるのもいくつかあって、傾斜した部屋の壁と建物の北側のまっすぐな外壁との間にあるはずの空間には入り口がそのような通路の痕跡もなく、そのくせ建物を外から見ると北側にも窓があり、遠い昔に板で塞いだことがわかるのだ。天井の上のロフト、その床は傾いているはずなのだが、もう同様に到達不能だった。はしごを登ってみると、蜘蛛の巣だらけの別な水平のロフトで、昔開口部だったところは、古い厚板でぴったり覆われ、植民地時代の大工仕事でよく見るがっしりした木釘で打ち付けてあって、今や単なる異物になっていた。けれども、いくら説得に努めても、大家は表情を変えず、それら二つの閉鎖空間を調査させてはくれなかった。次第に、彼は自分の部屋にある不整形の壁と天井とに引きつけられていった。というのも、彼はそれら奇妙な角度から、それらが持つ目的について解明するための糸口を与えてくれそうな数学的意味合いを読み取るようになっていたからだ。彼は奇妙な角度を持つこの部屋に老女ケザイヤが住んでいたことには大きな理由があったのではないかと考えた。我々の知る宇宙の境界を越えた外側に出る際、特定の角度を通っていたと彼女は主張してはいなかったか？彼の興味は傾斜面の彼方に広がる側縁の届かぬ深淵から離れていった。今やそれらの面の持つ目的が自分の住むこちら側に関係するものと認められたからだ。2月初めに農園の感触と夢とが始まった。明らかにギルマンの部屋の風変わりな角度がいつの間にか彼の上に異様なほとんど催眠的な効果を及ぼしていたのだ。荒涼たる冬が厳しさを増すにつれ、彼は下方に落ち込む天井と内側に倒れ込む壁との間の隅をますます見据えるようになっていく自分に気がついた。この頃になると通常の勉学に集中できなくなっており、それが大きな悩みとなっていた。これから迎える中間考査がひどく不安だったのだ。だが、敏感すぎる聴覚は
はるかに悩ましかった。生活は絶え間なく続くこらえがたい不協和音となり、その中には常に、おそらくは生命の向こう側の領域からやってくる、身も凍るような他の音の印象が、聞こえるか聞こえないかの境に付きまとっていた。具体的なものに限って言えば、大昔の板材の内側でドブネズミが立てる騒音が最悪だった。そのひっかく音には、人目を忍ぶ感じだけではなく、時として何か熟慮を感じさせるものがあった。それが傾いた北の壁の向こうから聞こえてくるときは、乾いたカタカタという音を伴い、それが天井の上の何世紀もの間閉鎖されたロフトから聞こえてくるときは、いつも彼を襲おうとする何かの恐るべきものがひたすら好機を伺ってでもいるかのようにギルマンは身構えた。夢は到底健全とは言いかねるもので、ギルマンはそれらを数学と伝承を同時に研究した結果に違いないと感じていた。我々の知る三次元世界の彼方にあるはずだと自分自身の公式群が示すあの不文明な領域のことや、実際にそれらの領域に至る門を老女経済やメイスンがあらゆる推測を超えた何らかの感能力に導かれて発見した件をあまりに考えすぎていたのだ。彼女及び告発人の先制証言を含む応変した周期は人間の経験の拉致外にある事物について忌々しいまでに示唆的であり、彼女の使い魔として働く毛皮をまとった小さく俊敏な物体についての信じがたいほど詳細に及ぶ記述は苦痛を覚えるくらいに現実的だった。その物体、大柄のドブネズミより大きくはなく、町人たちにブラウン・ジェンキンという古風な名前で呼ばれていたは、顕著な共感性集団幻覚事件の賜物だった。1692年に11名をくだらない人々がそれを別件したと証言したからだ。近年でも噂はあり、当惑し不安を感じるほど互いに一致していた。証言によると、それは長髪のドブネズミの姿をしているが、鋭い歯を持つ顔は不吉にも人間のひげ面で、前足は小さな人の手に似ているという。それは老女ケザイアと悪魔との間のメッセンジャーとして働き、吸血鬼のように魔女の血をすすって栄養としていた。その声は、胸の悪くなるような一種のクスクス笑いで、あらゆる言語を話せた。ギルマンの夢に現れた醜怪なものの中でも、この冒涜的な小柄な愛の子以上に彼を狼狽させ、吐き気を催させるものはなかった。彼の幻想の中を縦横に飛び回るそのイメージは、目覚めている間に古文書と現代の囁きから円卓した最悪のものに比べても1000倍も不愉快だったのだ。ギルマンの夢の大部分は不可解に彩られた黄昏とむちゃくちゃに調子外れな音に満ちた果てしない深淵への突入で、その深淵の持つ質量及び重力作用における特性について、また自分自身の実態との関係について、彼はなお解明の端緒にすらたどり着いていなかった。彼は歩くことも登ることも飛ぶことも泳ぐことも這うことものたくることもできなかったものの、常に半ば随意的、半ば不随意的な一種の動きを体験していた。自分自身の状態に関しては、
まともな判断を下しかねた。腕、足、胴体が見えそうになると、何か異様な遠近感の混乱が起こるのだ。が、彼は感じていた。身体組織と機能とが何か驚くべきやり方で変容し、斜めに投影されている。そのくせ、通常の体の比率と性質との間に醜悪な関係をとどめているのだと。その深淵は決して空虚というわけではなく、異様な色彩と言語に絶する角度を持つ物質で満たされ、一部は有機体、一部は無機物に見えた。有機体のうちで二三のものは心の底にぼんやりした記憶を呼び起こしそうになるのだが、それらが抽象的に暗示したり類似したりしているものが何か、意識のレベルでは把握し得なかった。後の夢では、有機体がいくつかのカテゴリーに分類できることが明らかになってゆき、それぞれ根本的に行動様式や基本的な動機が異なる種族に対応しているようだった。これらのカテゴリーの中の一つは、他のカテゴリーに比べ、非論理的で見当違いな動作が幾分少ない成因からなっているようだった。あらゆる物体が有機無機を問わず、全くもって言語に絶し理解不能だった。折に触れてギルマンは無機物をプリズム、迷路、立方体と平面のクラスター、キュクロプス式の建物になぞらえ、有機体からは泡やタコやムカデやヒンドゥーの生ける偶像や蛇のごとくもつれ合うアラベスク模様の集合体という印象を受けた。見るものすべてが言いようもなく脅迫的で恐ろしく、動きから見てそれが有機体の一つだろうと気づくたびに、彼は混じり気のない恐るべき旋律に襲われ、大抵はショックのために目を覚ましてしまうのだった。有機体がどのように動くかは、自分が動く場合と同様にわからなかった。すぐに彼はさらなる謎を見た。ある種の実体が何もないところから突然現れ、また同じくらい突然に消えてしまうことがよくあるのだ。深淵全体を通じて金切り声を上げ、吠えまくる混乱した音は、音程、音色、リズムといったアナリーゼを受け付けず、むしろ有機無機を問わず、数限りない物体に起こるあらゆるぼんやりした視覚的変化との間に同期性を持っているようだった。その暗く不断にして不可避な動揺のどれか一つがこらえがたい強度にまで高まってしまうのではないかという恐れをギルマンは常に抱いていた。しかし、ブラウン・ジェンキンを目にするのはこれらの徹底して異界的な本流の中ではなかった。そのショッキングで小柄な恐怖は、より浅く明晰な夢の中で彼を待ち構え、夢の最深部へと落ちる寸前のところで襲いかかってきたのだ。幾世紀を経た部屋に淡い光がちらちらと揺らめき始め、すみれ色の霧となって彼の頭脳をかくも狡猾に搾取し終えた角度を持つ平面間の光線を照らし出すと、彼は暗い闇の中で身を横たえながら何とか目を覚ましていようと格闘したものだった。その恐怖の出所は隅のネズミ穴で、緩んだ広板張りの床をパタパタと駆け寄りながら、髭を生やした小さな人面顔に邪悪な期待をたたえていたのだが、ありがたいことにこの夢はその物体が彼に鼻を突っ込めるほど近づく前に覚めるのが常だった。それには地獄のような
長く尖った犬族の歯があり、ギルマンは毎日ネズミ穴を塞ごうと努めたが、夜になると決まってその板材に生息する本来の住人どもがどんな障壁であろうと食い破ってしまうのだ。一度大家に頼んでブリキータを釘で打ちつけ穴を覆ってもらったことがある。ところが次の夜にはドブネズミどもが新しい穴をかじって開け、その際に奇妙な小骨片を部屋の中に押し出すか持ち込むかしていた。ギルマンは熱のことを医者に言おうとはしなかった。試験に合格するためには一瞬たりともおろそかにはできぬ今、大学の病院にでも押し込まれたらおしまいだと思ったからである。実のところ彼は学期末にあって解析学 D と上級一般心理学を落としており、まだ今なら失地を回復できるという一縷の思いで背水の陣を敷いていたのだ。寝入り端に見る夢の中に新たな要素が入ってきたのは3月のことで、ブラウン・ジェンキンの悪夢のような姿が星雲上の霞に伴われるようになり、この霞が次第に腰の曲がった老婆に似てきたのだ。加わってきたこの要素は思いがけず彼を不安にさせたが、最後は肺腑頭近くの入り組んだ暗い路地で2度実際に出くわしたばあさんに似ているのだと断定した。それらの折には老婆が理由もなく向けてくる邪悪で冷酷な凝視を受けた彼は、ほとんど身震いする思いで、ことに初めてでっぷり太ったドブネズミが隣の裏通りの暗い入り口を駆け抜けてゆくのを見たときは、馬鹿げた話だがブラウン・ジェンキンのことを考えずにはいられなかったくらいだ。今では自分の歪んだ夢はこれらの神経質な恐れが反映して現れてくるのだと考えていた。古屋敷のもたらす影響が不完全なものだという点は彼も否定しがたく、だが初めの頃の病的な興味の残滓がなおも彼をそこに引き止めていた。毎夜の幻想はもっぱら発熱に起因するものであり、熱っぽい感じがなくなりさえすれば痛ましい幻影も消えるのだと彼は論じた。しかしながらそれらの幻影は生き生きとした説得力を獲得していき、目覚めるたびになんとなく思い出せる以上にずっと大きな何かをしてしまっているのだという感じが残っていた。彼には恐ろしい確信があった。忘れてしまった夢の中でブラウン・ジェンキンと老婆の両方と話したことがあり、両者はさらに高い能力を持つ第三の存在と合わせるため、彼をどこかに連れて行くべく駆り立てているのだと。3月も終わり頃になると、他の勉強がますます煩わしくなる一方で、数学は上がり調子になっていった。リーマン方程式を解く直感的な要領をつかみ始め、4次元その他の問題に関する理解力でアッパム教授を驚嘆させた。クラスの他の学生が軒並み叩きのめされた問題である。ある午後にはこんな議論があった。いわく、空間内に特定の奇怪な局面が存在しうる件。またいわく、大宇宙の中の我々側の部分と菜園の星々と同程度に離れた他の様々な諸領域、あるいは諸銀河の境界にある深淵とが接近し、あるいは場合によってはつながってしまうはずの理論上の点について、それどころか
そのつながりは途方もなく遠隔の地点へ、アインシュタイン的全時空連続体の彼方にあると戸惑いがちに想定される単位宇宙の群れと同じくらい遠くの地点へと結ぶのだ。これらのテーマについてのギルマンの水際だった扱いは他のものすべての称賛の的となり、しかし一部には彼の家庭的な描写が神経の状態や孤独を好む傾向などを散々あげつらう原因ともなっていったのだ。学生たちが首を横に振ったのは、彼が真顔で、人は人間には習得しがたい程度ではあるにせよ、十分な数学的知識を持てば、この地上から宇宙の果てのいかなる特定の天体にでも足を踏み入れることができるという説を持ち出した時である。彼は言った。そのような一歩に必要なのはわずか2つの段階のみであろう。まず基地の3次元宇宙圏から抜け出し、ついでまたその宇宙圏に戻るのだが、その地点は果てしない遠方であってもよい。この転移は多くの場合、生命を失うことなく達成できると考えられる。おそらくは三次元空間のいかなる部分に住むいかなる存在であろうと、四次元空間の中でも生存できる。第二段階で生き延びられるかは、再突入先として選択した三次元空間内の局所的な状況に依存するだろう。ある惑星の住民は他の惑星でも生存できるかもしれない。それが他の銀河系や他の時空連続体の中の類似した次元的位相に属する場合であっても。だが、数学的にはごく近接した宇宙同士であっても、互いの住民が生存できないような惑星の組み合わせは莫大な数に上るに相違ないのだ。任意の次元領域に住む者が、不可的ないしは無限に縦長する未知の不可解な領域へ、問題の時空連続体の内部であろうと外部であろうと、生きたまま突入できるというのもまた同様にあり得ることであって、さらにその逆すらも真なのだ。推測ではあるが、任意の次元からより高次の地平に足を踏み入れる際に発生する変容によっても、我々の知る生物学的統一性が破壊されることはないと考え得る相応の根拠がある。最後の推測におけるギルマンの説明はそれほどはっきりしていなかったが、他の複雑な点における明快さがこの部分の不明瞭さを補ってあまりあった。彼の行う高度な数学と魔術の特定の相との近縁性に関する論証は、アッパム教授をことのほか喜ばせた。そのような魔術は、言語に絶した時代をケミして、我々以上に大宇宙とその法則を知っていた者ども、人類であれ、人類以前のものであれ、より伝承されてきたのである。4月1日頃になると、ギルマンは微熱が引かないのを随分気にするようになった。また、下宿仲間が彼の夢中友好について話すことにも心を乱された。彼はしばしばベッドから逃げ出しているようで、下の階の部屋の住人が言うには、真夜中に床がきしむ音がするらしい。この男は夜になると靴音がするとも言っていたが、ギルマンにしてみればそれは間違いに決まっていた。朝になってみれば、他の衣服同様、靴もぴったり元通りの場所にあったからだ。この病的な古屋敷では、どんな種類の幻聴が聞こえてもおかしくはない。
ギルマン自身、今や白昼ですら傾いた壁と天井の向こうにある黒き虚空からドブネズミが立てるゴソゴソという音とは異なる物音が聞こえてくる気がしているではないか。病的に鋭敏になった耳は、記録にないほどの昔から封印されたままの頭上のロフトに、かすかな音がするのを聞き取れるようになっており、時としてそのような幻覚が痛ましいほど現実性を帯びていたのだ。しかし、彼は自分が本当に無遊病になってしまったということを知っていた。衣服がすべて元の場所にあったにもかかわらず、部屋が空になっている事例を二度見られているからだ。これを請け負ったのは下宿仲間のフランク・エルウッドで、貧乏なせいでこんなにみすぼらしく人気のない家に下宿せざるを得なかった。何時間も勉強していたエルウッドは、微分方程式のことで助けを求めに上がってきたのだが、ギルマンは不在だった。ノックをしても返事がないのを見て、彼はぶしつけだとは思ったが、鍵のかかっていなかったドアを開けた。ひどく手助けが欲しかったのと、ちょっとゆすって起こしても、部屋の住人が気にすることはないだろうと思ったからだった。しかしながら、いずれの事例でも彼はおらず、そのことを告げられたとき、裸足に寝まぎという姿で自分は一体どこをほっつき歩けたのだろうかと彼は不思議に思った。夢中友好の報告が続くようなら、その件を調べようと決意し、自分の足跡が向かう方角を見るため、廊下の床面に小麦粉を撒いてやろうと考えた。狭い窓の外側には足がかりがないので、出口といえばドアということになるはずだった。4月の暦をめくっていくうちに、熱にうなされ、過敏になったギルマンの耳は、1階の部屋に住むジョー・マズレビッチという迷信家の食器修理屋が唱える哀れっぽい祈祷の声に煩わされるようになった。マズレビッチは老女ケザイヤと鋭い牙を持ち鼻を突っ込んでくる毛皮野郎について長くて要領を得ない物語を聞かせてよこし、そいつらに時々ひどくつきまとわれるのだが、そんな時は自分の持っている銀のクロス、その目的で聖スタニスラス教会のイバニツキ神父がくれたものだけが助けになったと言った。今彼が祈っているのは魔女のサバトが近づいているからだった。5月祭の前夜はワルプルギスの夜、地獄より最暗黒の邪悪がさまよい出て地表をかっ歩し、サタンの全奴隷どもが名状しがたい儀式と行為のために集うのだ。いくらミスカトニックアベニューやハイ街やソールトンストール街の身なりの良い人々が知らぬふりをしていても、常にそれはアーカムでは極めて悪い時期だった。悪事がなされ、子供の一人二人はいなくなるのが常だった。ジョーは祖母からそういった事情を聞いて知っていた。出身地である古い国で、祖母はまたその祖母から話を聞いたのだ。こんな時期にはお祈りをあげて数珠の玉を数えるのが賢明なのだ。この3ヶ月、ケザイヤもブラウン・ジェンキンもジョーの部屋やポール・チョインスキーの部屋の周囲に現れることがなかった。そう、どこにも。そしてこいつらが姿を見せないというのは良いことではなかった。何かの企みで手一杯になっているに違いない。その月の16日にギルマンは診療所の扉を叩き、
心配していたほどには体温が高くないので驚いた。医師は厳しい問診を浴びせ、神経の専門家に相談するように勧めた。考えてみれば、大学の医者にかからなくて幸いだった。ウォルドロン老医師は、もっと口やかましく聞くたちで、以前もそんなに根を詰めるなと言っていたのだし、西洋を敷いてきたに決まっている。そんなことができるものか。今にも我が方程式軍から大いなる結果が得られそうだというのに。間違いなく彼は基地の宇宙と第四の次元との境界に迫っているのであり、この先どこまで行けるか誰にわかる。だが、こんな考えが浮かんできた時ですら、彼は自分の異様な自信の源について、いぶかしく思っていた。ひしひしと迫るこの危険な感じのすべてが、日一日と重ねられていくページに書かれた公式から来ているのだろうか。閉ざされた頭上のロフトから聞こえるような気がする。ひそやかで柔らかい足音は気をめいらせるものだった。今ではその上、彼にはとてもできない、何か恐ろしいことをやってのけるようにと、何者かが絶えず促している感じが強まってきさえしたのだ。無遊病はどうした？夜中に時々出かけている先はどこだ？はっきりしない音、真っ昼間、完全に目覚めている時ですら、時折何かに紛れて、全く同じものが聞こえてくるような、そんな音は一体何だ？その律動は、地上のいかなるものとも調和せず、ただ口にするのもはばかられる、サバトの栄唱の拍子の一つ二つのみが、それと合うようで、時として彼は、夢に現れる全く異質な深淵の中で、耳にするぼんやりした叫びや、方向の持ついくつかの属性が、それと一致するのではないかという恐れを抱いた。その間にも、夢は極悪非道になっていった。今や寝入り端の浅い夢の中に現れる邪悪な老女の姿は、厄介なほどはっきりしており、彼にはそれがスラム街で彼を驚かせた老婆だと分かった。曲がった背中、長い鼻、しなびた頬は見間違いようがないし、見苦しい茶色の衣服も記憶にあるのとそっくりだ。老婆は顔に醜い悪意と歓喜の表情を浮かべ、目が覚めた時、彼は催促し、脅迫するしわがれた声を思い出すことができた。彼は黒の男と会い、皆共に究極の混沌の中心に備えられたアザトースの玉座へと行かねばならぬ。こう老婆は言うのだ。独力で進めた探求がかくなる奥義に達した今、彼は己の血でもってアザトースの書に署名し、新たなる秘密の名を得ねばならぬ。彼が老婆とブラウン・ジェンキンおよびもう一人と共に混沌が座するところ、過疎的横笛が心を持たぬ様でなる彼の玉座へと赴くことを妨げているのはある一つの事実だった。そう、彼はアザトースの名をネクロノミコンの中で見たことがあり、それが表すものはあまりの恐ろしさに人間の手では描写することのできない原初の邪悪だと知っていたのである。老婆が出現してくるのは決まって、下向きへの傾斜と内側への傾斜とが交わる隅の部分に漂う薄い木からだった。結晶化する地点は床よりも天井に近く、
別の夢へとたゆたっていくまでの間に見える姿は次第次第に接近し、少しずつはっきりしてきたのだ。同様にブラウン・ジェンキンもだんだん近寄ってきて、この世ならぬすみれ色の輪廓の中、黄白色の牙をショッキングにきらめかせていた。そいつの発する忍び笑いはますますギルマンの頭の中に達するようになり、そいつがどんなやり方でアザトース、ニャルラトホテプという言葉を発音したか、朝になっても思い出すことができた。深い夢の中でも同様に全てが一層はっきりしてきて、ギルマンは自分を取り巻く黄昏の深淵が第四次元のそれであると感じた。そこにある有機体の中でいやらしさがほとんどない、バラバラで無目的な動きをするものは、おそらく我々自身の惑星の生命体からの遮影であって、その中には人類も含まれるのだろう。他の者どもについては、それら自身が本来属する単数ないし複数の次元圏の中で一体何者なのか、彼には考えてみようとする勇気さえなかった。もう少し目的のある動きを見せる者どもの中の二つ。一つは玉虫色をした回転楕円体の泡からなるかなり大きな種族で、もう一つはずっと小型の未知の色をした急速に表面の角度を変化させ続ける多面体は彼に注意を払っているようで、彼が巨大なプリズムや迷路や立方体と平面のクラスターや疑似建造物の中で位置を変えると、それに応じてふらふらと前になり後ろになりしながら後をつけ、その間中ぼんやりした金切り声と方向がどんどん大きくなってくるのだ。あたかも何か全く耐え難い強度を持つおぞましいクライマックスを迎えつつあるかのように。4月19日から20日にかけての夜に事態は新たな展開を見せた。ふわふわと進む泡沫の塊と小型多面体に先導されながら、半ば不随意に黄昏の深淵を動いているとき、隣り合った巨大なプリズムクラスターの稜線が奇妙に規則的な角度を構成しているのに気づいた。次の瞬間、彼は深淵から外に出て、震えながら強烈な緑の拡散光を浴びる岩がちの丘のふもとに立っていた。裸足で寝まぎのままの彼は、歩こうと思っても足がほとんど動かないことに気づいた。渦巻くもやに隠されていないものは目の前の斜面だけで、そのもやから音が突発してくるのではないかという考えに彼は身を縮めた。その時彼は苦労しながら這い寄ってくる二つの姿を見た。老婆と毛皮で覆われた小さなものだ。老婆は膝をついて身を起こし、両の腕をおかしな風に交差させようとしていた。その一方、ブラウン・ジェンキンは恐ろしくも人間のものに似ている前足をだいぶしんどそうに持ち上げ、ある方角を指していた。自分が生み出したのではない一つの衝動に突き動かされて、ギルマンは老婆の両腕がなす角度及び痛ましい一つの前足が指示する方向によって決定される進路を目指して足を引きずっていったが、三歩も進まないうちに例の黄昏の深淵に戻っていた。彼の周囲には幾何学的な形態どもが波立ち、いつまでもクラクラするような感じがあった。ついに彼はベッドの上で目覚めた。そこは不気味な古屋敷の中の
気違いじみた角度を持つ屋根裏部屋だったのだ。その朝はもう何もすることもできず、すべての講義をサボった。何かよくわからない誘引力が働いて、彼の目をどうも見当違いな方向に引っ張ってゆくため、何もない床の一点から目を離すことができなかった。日が昇っていくにつれて、彼のうつろな目は焦点を結ぶ位置を変え、昼までにはがらんとした空間を見つめる衝動を抑え込むことができた。彼は2時ごろ、昼食を取りに家を出たが、町の狭い工事をたどっているうちに、自分が必ず南東を向いてしまうことに気づいた。チャーチ街のカフェテリアにとどまるのも一苦労で、食後、自分を牽引する未知の力が一層強まっている感じがした。結局のところ、彼は神経の専門医に相談すべきだったのだ。おそらくは無遊病と関連があったのだし、だが当座は少なくとも自力で病的な呪縛を破ろうと試みるくらいのことはできたようだった。疑いなく彼にはなお牽引力から遠ざかる方向に歩けたのであり、だから意を決してその力に背く方角に向きを変え、ギャリソン街をあえて北へとずるずる進んでいったのだ。やがてミスカトリック川に架かる橋にたどり着いた彼は、上流に目をやって冷や汗をかき、鉄の欄干を握りしめた。そこには悪評にまみれた島があり、午後の日差しの中で立ち並ぶ太古の赤軍がなす規則的な線がぼんやりと不機嫌そうに浮かび上がっていた。そこで彼は歩き始めた。その寂れた島にはっきりと生き物の姿が見え、二度目に見たとき、間違いなくそれが夢に現れ、夢そのものを破るほどに不吉な表情を持った異様な老女だと分かったからだ。老女のそばの高い草もまた揺れ、あたかも他の生き物が地面近くを這いつくばって動いているかのようだった。老女がこちらに向かって振り向き始めたとき、彼は慌ただしく橋から離れ、町の迷宮にかくまってもらおうと、鳩場地帯の路地に逃げ込んだ。しかしながら彼は、島から遠ざかっても、茶の衣をまとい、腰の曲がった老女が残酷な目から周回で信じがたい邪悪を発するのを感じていた。南東方向への牽引力はなおも強く、古屋敷に入ってガタガタいう階段を登るには途方もない決意が必要だった。彼は何時間もわけもなく黙りこくったまま座り、目を次第に西へと向けていった。6時ごろ、鋭敏になった耳によって2階下でジョー・マズレビッチが唱える哀れっぽい祈りを捉えた彼は、必死の思いで帽子をつかみ、夕場への町へと歩み出した。今度はそれがどこに導くにせよ、南への牽引力のままに向かっていった。1時間後、彼はハングマンブルックの向こうの暗い空き地に出ており、前方には春の星々がギラギラと瞬いていた。歩きたいという気球はいつの間にか宇宙に飛び上がりたいという謎めいた気球に変わっており、突如彼は牽引力の源がどこにあるのか理解した。